メンバーを家族のような存在だと言い合い、いつもお互いに思いやりを忘れない BTS。そんな彼らは実際の家族のことも大切にしているのはご存知でしょうか？忙しいスケジュールの中でも家族旅行へ出かけたりと親孝行も欠かしません。今回はそんな家族思いな BTS メンバーたちの母親との感動エピソードをお届けします。彼らの人柄の良さや優秀さは、お母さんたちの素晴らしい教育の賜物だったことが分かりました。BTS は家族思い。BTS はメンバーと同じぐらい自分の家族を大切にしています。韓国人は日本人より両親を大切にする風習があり、もちろん BTS メンバーたちも例外ではなく、彼らの会話の中にもよく家族の話題が上がります。2021年に開催された Permission to Dance on Stage LA の公演が終わった後、その足で J-Hope とテテはそれぞれの家族を連れハワイ旅行を楽しんだそう。忙しいスケジュールの中でも家族との時間を大切にしているのはいいことですよね。J-Hope の個人インスタグラムには食事をしている姿や姉に撮ってもらった写真が投稿され、家族旅行を満喫しているようでした。BTS メンバーの母親とのエピソード。母親が息子を思う気持ちは世界共通ですよね。BTS メンバーのお母さんたちも息子を思う気持ちは同じで、彼らはとても大切に育てられてきており、数々の感動エピソードが自慢できる息子になりたかったジン。父親はサムスン電子の韓国支社の CEO、母親はミスコリアに出ていたという噂があるぐらいの美人と絵に描いたような裕福な家庭に生まれたジン。両親の肩書きもすごいですが、ジン自身も長男観光建国大学に通っていたほど優秀でした。そんなジンが2015年に開催された歌謡年歌オンステージでお母さんに息子自慢をさせてあげたかったと涙しながら話したと当時話題に。それはジンが学生の頃、お母さんが友人たちと息子の自慢をしている時にただ黙って聞いていたのを知り、一度でも息子自慢をさせてあげたかったと思ったとのこと。そしてコンサートの終盤で今日こうして良いステージをお見せすることができて家族に感謝していることを伝えたいですと話していました。こんなに泣きながら話すシーンは珍しいので涙なしでは見れないシーンです。今や世界中に自慢できる息子になったジンをお母さんも誇らしく思っているでしょうね。音楽に反対していた母親が公演に参加して号泣したシュガ。音楽の道を志していたシュガは両親から猛反対を受けていて、曲を書き留めていたノートを捨てられたこともあったそうです。そんな反対していた両親を初めて招待したコンサートが歌謡年歌オンステージエピローグのソウル公演でした。コンサートの終盤シュガは客席の中にいる両親を見つけ、その場に泣き崩れてしまいます。なんとその日はお盆になるという両親に感謝するという韓国の記念日で、シュガは両手両膝をつき、最敬礼の意味で感謝を表していました。今では BTS のシュガじゃなくても、ユンギは私たちの息子だと言ってくれるほど心から応援してくれています。それも彼が今まで BTS での活動に真摯に向き合い努力してきた証ではないでしょうか。スーパージュニアイトゥクの誕生日にプレゼントする J-Hope の母。J-Hope はデビュー前、音楽活動をするのを父親に反対されていましたが、お母さんは彼をサポートし応援してくれていたのだそう。そんな J-Hope の母があの有名なスーパージュニアのイトゥクに手作りのキムチをあげていたことが話題になりました。J-Hope とイトゥクに交流があるのかと思い、キア2人は面識がないとのこと。なんと街で声をかけられたことをきっかけに家に招待されるほど J-Hope の両親と仲良くなったそうです。その当時、音楽番組の授賞式で MC をすることになっていたイトゥクに、お母さんが賞を受賞する際、
BTS のメンバーに受賞の心境を聞くと思うが、ホビにも一言だけ心境を聞いてカメラに映るようにしてほしいとお願いしていたことが明らかに。サウナでホビのお父さんに声をかけられて、ホビのご両親と仲良くなったイトゥクさん。ホビの連絡先は知らなかったけど、授賞式の MC を務めた時にどうしてもホビにコメントしてもらいたくて、僕はご両親と仲良いのにと思いながら何度も J-HOPE さんと連呼してたイトゥクさんが微笑ましすぎる。息子を思うお母さんの心温まるエピソードでした。音楽の道に進みたい息子へマイクをプレゼントした RM の母。RM のお母さんはとても教育熱心だったことで有名ですよね。幼い頃から何か所もの塾に通わせたり、ニュージーランドに留学させたりと、息子のサポートに徹していたのだとか。お母さんの献身的なサポートのおかげで、TOEIC で900点以上取るほどの秀才になった RM。そんな中、RM が音楽の道に進みたいと打ち明けたとき、当然ながら反対されたそう。しかし、音楽に情熱を捧げている息子を見て、大丈夫、あなたが本当にしたいことをしなさいと欲しがっていたマイクを RM に内緒で購入しプレゼント。RM は、その当時の出来事を、あの瞬間が僕の幸せの始まりだったと思います。音楽に打ち込む時が一番の幸せでしたと語り、自分の夢を理解し応援してくれたお母さんに感謝をしていました。ロッテ免税店のジュエリーで母親を思う自民。バラエティ番組ラン BTS EP79 の007大作戦でロッテ免税店を訪れた BTS メンバー。ゲームに奮闘する自民がジュエリーショップでお母さんを思い連れてきてあげなくちゃとつぶやいたのです。その後も自民はお母さんがいる設定でここにあるもの全部買ってあげるよと笑顔で続け、日頃から仲の良さが伺えました。EP35 のキムチバトルではキムチの作り方がわからずお母さんに電話をかけて確認していた自民。撮影中の突然の電話にも動じることなく作り方を教えてくれており、またお母さんと話している自民は少し甘えた口調で息子感が出ていてとても可愛かったですよね。テテの母はメンバーへサンドイッチを用意。テテは僕はお父さんとお母さんの元に生まれてきて幸せですとライブで話すほど自分の両親のことが大好き。以前からBTS のコンサートにも何度も足を運ぶほど息子思いのご両親だそう。そんなテテのことが可愛くて仕方のないお母さんは他のメンバーのことも息子同然に思っており、なんと手作りのお弁当を差し入れていたのです。それはリアリティ番組インザスープのシーンで行く先までの車内で食べるようにと手作りのサンドイッチとキンパを用意してくれ、メンバーたちは大喜び。美味しいと言って食べているメンバーを見て、テテはどこか誇らしげな顔をしていましたよね。早朝の出発にもかかわらず、お弁当を作ってくれたテテのお母さんの愛情が伝わってきたエピソードでした。ジョングクの母は、学歴社会の韓国でもやりたいことを応援。15歳という若さで親元を離れ練習生として頑張っていたジョングクは、その当時、お母さんに会いたくて泣いたことがあったといいます。そんなジョングクのお母さんは、息子のやりたいことを自由にやらせてくれたそう。学歴社会と言われる韓国では、ジンや RM のお母さんのように、教育熱心な家庭が多い中、彼のお母さんは、歌手の夢や情熱を追いかけるよう応援してくれていたそうです。そのおかげで、今や、K-POP 界のトップレベルのパフォーマンス力を持つまでに成長しました。ジョングクの両親の馴れ初めは、イケメンだったお父さんに、お母さんから積極的に誘ったと言っており、彼の情熱的な部分はお母さん譲りなのかもしれないですね。お母さんの積極性が功を奏し、お兄さんもジョングクもイケメンに育ちました。
お母さんもかなりの美人みたいなので、美男美女揃いの家族ですよね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は BTS メンバーたちのお母さんとの感動エピソードをご紹介しました。彼らがどれだけお母さんに愛されて育ってきたかがわかり、ほっこりした気持ちになりましたよね。彼らの人柄の良さは、ご両親の素晴らしい教育のおかげと言っても過言ではないのではないでしょうか。